やはりでも最強の剣である兄剣に対して挑んでいく若武者の小高商店、この構図でしょ。あ、なるほどね。僕らの関西側からの目線からすれば小高商店はまだまだ未完の大器という感じでありながらレベルの強さ、とにかく兄剣を倒しうるガイルということであれば、小高商店が一番最初に上がるでしょう、と思いますね。まあ一言で言うともう見ての通りだね、みんなが思ってる印象とまあ俺も大差ないかな。でもあいつと知り合ったのが10年ぐらい前で、あの時はまあ本当下手だったけどどんどん上手くなっていって、で去年チーム組んだ時にすごい頼むしてびっくりしたね、小高。防御がうまいですね。とにかく僕が見てて崩れにくいですね。なかなか逆転負けも少ないし、ところどころやっぱり必要経費を考えながら防御をしてる、ガイルが強いんですけどもスト2もよく分かってる。行かないといけないとこは行くし、無理やり自分からごちゃらしに行ってもやっぱそこを制する力があるなと思います。どういうプレイヤーっていうか、人間的にはちょっと知ってると思うけどだいぶ変わったやつなんだけど、プレイ自体は本当にね過去最高の完成度を保つガールだと思うし、自分が唯一ちゃんと明確に勝てないんですよ、あいつのガールだけには。三つ森戦の前もあいつにだいぶ調節キャットになったんですけど、10先とかやるじゃないですか。結局1回も勝ってなかったです。いい勝負ができるんですよ。9対10とか8対10とかになるんですけど、最後までやっぱり10は取らせてもらえないって、現状最強のガイルかなと。とにかく剣が好きな人だよね。でもって当然剣使いの中で一番うまいと思うし、2択すごいが出てるけど、ちょっと影響されて俺も戦術取り入れてみたら幅が広がって、兄剣さんありがとうってなっちゃったね。なんすか神の2択。いやあれね、それは聞いたねやられてる側からしたらあれはねちょっと悪魔の2択なんですよ。2択が全部通るんですよね。1ラウンドだけとかだったら分かるんですけど、1ラウンドだけ1試合だけとかだったんですけど、この前梅田モンテカルロで30何連勝してたんですけど、それ全部卓が通ってるんですよ。剣で30連勝以上は普通できないです。このゲームシステム上多分無理だと思います。なぜ兄剣の2択が強いのか。いや僕そのスト2理論、対戦理論じゃなくて、人はちょっと人間を超越してイライラできた。いやそんな気がする時があるんですよ、たまに。つまり兄剣は人間じゃねえ。兄剣自体はやっぱりそのプレーはもう超一流なんで、今回その小高対兄剣って、小高は対応型、兄剣が攻めの特化型って感じで、その構図としてはすごく面白いと思うんですよ。多分僕の体感的にはガイルがちょっと有利かなと思うんです。ただ兄剣さんに関してはそのガイル有利と思えないですね。ガイルってこの開幕の距離もしくはそのちょっと遠いぐらいで安定行動してるだけで、普通にちょっと強い剣ぐらいだったら自滅していくんですよね。安定行動を取ってるだけで。やっぱこのガイルのキャラが強いから。ただ兄剣さんクラスになってくると安定行動を取ってるだけでは徐々に波動で端に追い詰められて、結局ガイルがどこかでリスクを背負った卓を仕掛けたり攻撃を仕掛けないといけないんですよ。その剣の波動をこじ開けるって意味で安定して勝つのはもう無理な時代だなと。要はそのガイル側もちゃんと勝負してやらないと厳しい時代に突入してるんで、ガイルもリスクを背負う、剣もリスクを背負うっていうこのがっぷり4つの戦いになると、兄剣さんがその戦いにめちゃくちゃ強いんです。でそこを小高さんがどううまくいなせるかってことだと思う。最初からいなすぎでいると兄剣さんには多分勝てないと思います。ダイアグラムはもう本当に五分に近いんじゃないかと。戦術が深いよね。やってくることの一個一個が。通常の状態ではなくて魔人化した兄剣さんにこの人間である状態を持って小高さんが勝つところは僕は見たいんです、実は。
か、ガイル使いとしては。小高商店も通常の状態で人間ではないので、いや、そんなことはないと思いますけど。小高商店が兄犬を変えてくれるかもしれない。変える。そう、変わらないといけないの。俺たちは、変えたい。いや、兄犬にみんなある意味感化されて、はい。オトチューンも強い、ツージーも強い、コモダブランカもすごい強い、いろいろありますけれども、はい、みんな兄犬になんていうか触れて兄犬に変えられてきたんですけれども、俺たちは兄犬を変えられていないという気がするんですね。それはどういう部分ですか？戦いの中で兄犬は我々相手したプレイヤーの能力を発揮させてくれる、ここまで来ているので手を出さざるを得ないし、その状態がすごく我々の能力を発揮させてくれる、他に例を見ないプレイヤーだと思いますね。そんなん考えたことなかったな。やっぱこれでも20年兄犬信者だ、はい、ただそれと同じだけのことを兄犬に対して与えられたかというと、僕たちできていないんですね。ちょっと歯がゆいですが、小高商店にはそれを期待したい。勝敗では正味のところ十分にいた兄犬が勝つ。しかし何かあるとしたら、この対決で一番大きなものが残るとしたら、小高商店が兄犬に何か残せるか、そこですね。で今の兄さんが、今俺が思い描いてる兄さん像と大して変わんないんだったら、ちょっと兄さん勝つのきついかなと思う。兄さんがほら 65% 大丈夫って小高に言われた話聞いて、面白いアクションあったじゃない、リアクション。あの時からどんだけガエル戦を上乗せできてるかだよな、ポイントは。ちゃんとしっかり兄さんのリアクションの時点からガエル戦の研鑽をうまく詰めてれば、つけ込む隙はあるね。そういう期待を込めて、兄さんに勝ってほしいな。どっちが勝つかと言われたら小高商店だと思います。はい。やっぱさガイル使いなのでガイルが勝ってほしいです。やっぱり兄犬愛よりもガイル愛の方が強いんでこうガイルが勝たないとおかしいだろうと、10先もあるんだから。今自分が週1ぐらいで大体1つ続けてるんですけど、その続けてる理由の半分近く、もしくはそれ以上はやっぱりその小高を倒したいっていうのがあるんですよね、ちゃんと。だから今回その兄犬と小高が決まって、小高がちょっと牽制多分自信ないのかな、ちょっとぬるいかなって俺から見ても思うんで、正直小高にもうちょっと頑張ってもらって絶対勝ってほしいと。自分がやっぱりその小高目標なんで、その目標に負けてもらうのはちょっと負けられるのはちょっとね。だから小高全力で鍛えて当日までには最強の状態で挑ませたいと思います。